안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘 제가 도쿄에 왔는데 오자마자 선생님을 만나러 여기 와서 같이 찍게 되었는데요. 지금부터는 일본어로 니혼고대 시마스. 사이쇼냐?自己紹介お願いします。アニハセヨイヤッホーイクミです。日本でボイストレーナーをしています。よろしくお願いします。はい。次では心もまっすぐ心揺さぶりすぎて手にちょっとアクセントでまた2番が始まる前は鼻意識的に鼻で吸ってそして歌い出す。あれ打ってんの自分で？ソフト使う？ソフト使ってる？この番組はカチ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 でお送りします。ない時には編集他の人たちがじゃあいいね。はいしますよね。最初にはうんどんな音楽でした？一番最初は本当にアイドルっぽい感じ。アイドルって言ってもグループではないけど、ユニットなんか男性の知ってるかな、昔だったら小室とかエブリトルシングみたいな、なんかそういう2人組とかでやったりしてたかな。次にバンドバンドはどんな音楽？バンドは、もう自分がやりたいことやるぜと思ったから自分で作詞作曲してロックバンドをやってた。ギター弾きながら、でそれでボイストレーニングを習いながら、実はでも習ってるのは声楽、歌はどっちかというとそういったアリアとか、オペラっぽい歌をやっていて、でも自分がやってるのはロックバンドみたいなのをずっとやって、そっからやめて、ボーカルコーチボイストレーナーになったって感じ。ソニーミュージックレイブには他のボイトレさんもいっぱいいるんじゃないかな。でも知らない誰も。なんで交流ないの？関わることはないから全然知らない。でもレッスンに例えばソニーに行った時に、例えばその子が次ダンスのレッスンがあるよとかいう時になんかダンスの先生が来て「こんにちは」とかはあるけど全く喋ったりしないから、あの人先生かなぐらいの感じ。では、今イクさんは自分のスタジオやっているんですけど、レッスンのでも最初のボイトレをする時にはどう始まりですか？最初はチェーン店って言って分かるのかな、日本でいうチェーン店の教室に一回行ってみようと思って、ボイストレーニング始めようと思って行ってみたんだけど、結局ボイストレーナー経験がないじゃない、いきなり始めるから、だから断られちゃった。そこでも、では普通のボイトレさん始める時にどうするの？多分音大出てますとか専門学校出てますとか、なんかキャリアを使って。私は普通の4大に出てるんですよ、だからそれもダメで断られてしまって、じゃあ一人でやろうって感じ。でも音楽したのに、バンドとかしたのにもダメだった。断られた。では初めから一人で？そう、よしやるぞーって感じ。ではその時に、初期の時には、宣伝をどうしたんです？最初はだから全然人がいないから、お友達に紹介してもらったり、なんかそういう日本ではね、そういうなんか載せるところがあるの。こういう募集してますよとか、そういう掲示板に載せてみたりとかしてやってたし、自分のスタジオもないからレンタルスタジオを借りてやってましたね。でもそれじゃあやっぱり意味がないというか、全然お客さんが増えなかったので、YouTube 始めたって感じ。それで、ここまでちゃんと来ましたね。来た本当自分のスタジオを持てるぐらい来た。だからでは普段は、そんな、音楽大学校を出た人たちがなんかチェーン店へ行ってする人が多いですよね。多いと思う。それが普通で、それは韓国と似ているんですよね。韓国も韓国も大学を出た人たちは教室に行ってするし、
なんか自分のキャリアうん持っている人たちもほとんど教室に行く人が多いから、自分で影響するのが難しいから、だから韓国はほとんど教室に行ってする人が多いんですよ。じゃあもし日本で K-POP を教えているボイストレーナーさん見たことありますか？最近増えてる気がするすごく K-POP 専門ボイトレみたいな。今までは僕も探したんですよ、うん日本で K-POP をしているボイストレーナーさん、うんうんでも何人かは、昔うんに K-POP の事務所が SM とか、YG で日本のメンバーをボイトレやった人が今日本に帰ってしている人もいるし、でもその人たちはほぼ会社でしているから、会社の歌手だけで、一般人じゃなくて、一般人のレッスンしている人はやっぱ日本人の先生は K-POP トレーニングじゃないからK-POP で韓国で K-POP トレーニングシステム見たことないから、その人たちはそうなんだよね。それはちょっと違うし、そうなの。ただ K-POP を教えているだけ。例えば、日本で長くトレーナーやっている韓国のトレーナーさんもいますよ、何人か。けどアイドルを経験はないから昔の方法だから、僕もめちゃくちゃいろんな人と会って探したんですけど、日本で K-POP アイドルのトレーニングをしている人は見たことない。今来る人たちは、ではほとんどシンガーソングライターとか。でもやっぱ日本はほらカラオケがすごい流行ってるから、やっぱカラオケ上手くなりたいっていう人めちゃくちゃ多い。あとは採点が大好きだから、日本人は結構だから採点点を上げたいっていう人もすごい多いよ。もちろんプロ目指してますとかもたくさん来るけど、アイドルになりたいっていう子ももちろんいるし、でもやっぱりカラオケ上手くなりたいっていう趣味の人はすごい多いね。カラオケの話したから、日本にもコインカラオケあるかな今。ないだから1曲だけできるカラオケ。ない韓国で本当に昔に、ゲームセンターの中で本当に昔にあったんですよ。その中にはうるさいから大丈夫だから歌っても、小さいな室があって、その中に入ってなんかコインで1曲だけするところがあったんですけど、なくなった。ゲームセンターがあんまりないんですよ、韓国は。そうなんだ。でもカラオケが全部コインカラオケで変わったんですよ。普通の日本のカラオケみたいな、韓国もカラオケがそんな感じでしたんですけど、だったらカラオケ行ったらなんか部屋が、何個あるじゃないですか、これを全部小さいに分けて、この半分くらいの部屋でいろんな部屋を作って入って、日本なら50円で1曲ですよ。50円だから50円だけで1曲だけしてもいいし、そこで1時間してもいいし、でもなんかシステムは本当に日本のカラオケみたいな、いろんな食べ物もあるしいいし、本当にたくさん行くようになりました。例えば会ってカラオケ行くなら30分とか1時間かかるのに、今は行って5分前で終わるから、ちょっとずつ行くの。面白い。会社人たちがお昼時間に食べて2曲やって帰るんですよ、会社に。だからそれがめっちゃ増えて、でもいいじゃない、1曲でいいから。本当にお昼時間に食べて一緒に来るんですよ。課長歌いませんかとか感じで。
日本もそれいいじゃないかな思って日本は大体30分とかはいはいはい1時間とかでいくらはいはいはいとか、まあ、フリータイムっつっていつでもいいこの時間いてもいいよとかはいはいはいそういうのかな。1曲いくらはうんスナックってわかるよはいはいスナックとかだったら100円で1曲歌ったりとかできるかな。あでもまあ若い人はやっぱ行かないかもしれないけど、はいはいはいあスナックはうん僕は行ったことないから、うんもうドラマとかで見たことあるから知っているけど、うんそこに行って歌う時うにん、払う、払うの僕は知らなかったスナック行くじゃん。まあみんなお酒どうか飲むでしょ。でカはいラオケやってるよね、スナックって。それは1曲大体みんなどこもいくらとかなの。あだから僕はお酒うん飲みながら、うん。無料ですると思った無料じゃないの。いやつけてんのちゃんと。1,2,3,4,5曲とか。そうそう、お金がね、実はお会計に含まれてるんですね。ねそれですよね K-POP のトレーニンうんうん。グにも関心ありますか？ありますあります。やっぱ今やりたいって子多いもんね。ではするのがどうですか？やってみたい。僕が日本に行くときにここで来て、特別なお1回のレッスン私受けたい。あ結局、そんなに変わったことはないからうんできると思うからしたらうん一緒にうんうん。なんかやりたい。韓国で有名な日本の歌手とかうん。逆に一般日本人が知っている韓国の歌手とかあそれが全然違うと思ってそう。